この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、脱デジタル初心者、最初に覚えるべきお絵描きソフトの機能10選ということで、近年便利に楽しくお絵描きができるようになってきたんですが、それと同時にね、いやーデジタルって便利なのは分かってるんだけどさ、いろいろ覚えることが多くて、何から覚えていいのか全然わからないんだよね。だからちょっと尻込みしちゃってさ、っていう人も多く見受けられます。これね、すごく気持ちはわかります。特にアナログからデジタルに挑戦する人だったら、本来便利なはずの機能の多さ、ここにハードルを感じてしまう人が多いと思うんですね。確かにね、全ての機能完全に使いこなせたらすごいことだと思うんですけど、でもですね、あえて言わせていただきましょう。デジタルお絵描きにおいて覚えるべき機能はですね、ちょこっとだけで大丈夫です。今回の動画を見ていただければ、デジタルでお絵描きしたいけど何から覚えていいのかわからない。そんなお悩みを解決して、なるほど、その機能を覚えておけば、とりあえず快適にお絵描きすることはできるのね。という最低限必要な機能を覚えていただけて、私初心者だと思ってたけど、いつの間にか初心者じゃなくなってたみたい。そんな脱初心者のためのファーストステップにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それと今回の紹介は、僕がいつも使っている Photoshop というソフトを使って解説していきますが、ほとんどの機能は別のソフトでも使えるような機能ばかりですので、安心して見ていってくださいね。それでは早速行ってみましょう。デジタル初心者が最初に覚えるべき機能、ブラシ編。アナログでお絵描きするにしても、デジタルでお絵描きするにしても、とりあえず最初にしていくこと。そのブラシを選んで、シュッシュッシュッシュってとりあえず線を描いていくことじゃないでしょうか。どのソフトを使っても、今やいろいろなブラシが用意されていますので、その中からね、好きなブラシを選んで描いていくだけなんですが、初心者脱出のために、プラスアルファ、もう一つ覚えておくと便利な機能があります。それが、ブラシ設定変更のショートカット。ブラシ設定変更のショートカット。いろいろなショートカットがあるんですが、今回覚えてほしいのは2つだけ。1つ目はサイズ変更のショートカット。絵を描いていて頻繁に変えるのが、ここはもうちょっと細い線で書き込もう。線を太くしたり細くしたりするサイズ変更だと思います。でもその度にブラシのウィンドウを開いていたらちょっと面倒ですよね。その時に活躍するのがこのショートカット。ブラシサイズを太くするのはカッコ閉じ。ブラシサイズを細くするのはカッコ始め。これさえ知っておけば、いちいち設定を開くことなく、線の太さを調整しながら絵をスムーズに描いていけますね。ちなみに、クリスタでも同じショートカットが使えます。それともう一つ、特に厚塗りをしていく人にとって重要なのが、不透明度の設定ですが、これもね、簡単に変えることができます。この上部に表示されている不透明度という文字にカーソルを合わせて、左右にスライドするだけ。そうすると、ほら、簡単に不透明度を変更することができました。これでブラシの不透明度を下げて、こんな風に厚く厚く塗り重ねていくことができます。ちなみになんですが、この横にある流量、これは何かというと、不透明度が単純にブラシを透明にする設定なのに対して、流量を下げてみると、ほら、ブラシにかすれ感が加わりました。線をあえてかすれさせて味のある風合いを出したい場合には透明度ではなく流量のスライダーをいじってみるのも面白いかもしれませんね。デジタル初心者が最初に覚えるべき機能、画面操作編。ブラシで線が描ければ、それだけで十分に作品を作ることはできちゃいますが、ただね、それだけだとちょっと線がスムーズに引けない場合もあると思うんですね。さらに快適にデジタルイラストを描いていくためには、画面操作を覚える必要があります。画面の回転。画面のスライド操作やズームイン、ズームアウトは皆さん説明しなくても自然とできている人が多いですが、結構これは見落としてしまっている人が多いです。画面の回転。iPad なんかを使っている人はピンチ操作で自然とできてしまうんですが、特にパソコンでお絵描きしている人は使っていない人も多くいるようです。でもね、実はこの画面の回転って超大事。特に線を描いていくとき、角度によって描きにくい線の角度ってあると思うんですが、画面を回転させるだけで描きやすい角度に調整できますよね。やり方は簡単。キーボードの
R を押しながら画面をスライドさせるだけ。そうするとほら、画面をスライドさせた方向に回転できました。ちなみに元に戻す場合には、Photoshop の場合にはエスケープキー、クリスタの場合には R を押しながら画面をダブルタップですね。新規ウィンドウ。それともう一つ。これはね、絶対にやってください。新規ウィンドウの表示。新規ウィンドウって何っていう人もいると思うんですが、これです。この画面右側に映っている小さな画面ですね。これはですね、今左側に映っている大きな画面にこんな風に線を描くと、はい、右側にも連動して線が描かれました。これからわかるように、同じ画面を縮小したウィンドウ。それがね、新規ウィンドウです。で、これがなぜ大事なのかというと、一言で言うと、これを表示するだけでデッサンが崩れにくくなります。本当かよって思った人もいるかもしれませんが、デッサンを整える方法って、アナログで絵を描いていた人だったらわかると思うんですが、画面から何度も離れて確認することなんです。でも、この新規ウィンドウを小さく横に表示させておけば、画面から離れて絵を確認することなく、絵の全体感を確認することができ、いつでも整えることができます。つまり、デッサンが崩れにくくなるっていうわけなんです。やり方は簡単。Photoshop なら、ウィンドウ、アレンジから新規ウィンドウを選択するだけですね。表示されたウィンドウを小さくズームアウトして画面のどこかに表示させておきましょう。このウィンドウはあなたの絵のクオリティを上げる心強いサポートをしてくれるはずです。デジタル初心者が最初に覚えるべき機能、レイヤー編。さあ、ブラシと画面操作を覚えたので、もうこれで最低限お絵描きできそうです。でも、ちょっと待って。デジタルにはさらにお絵描きを快適にするためのとっておきの機能、レイヤーがあります。レイヤーっていうのは日本語に直すと、層。つまり、紙の層のことです。例えば、こんなイラストがあったとします。アナログでは、これを1枚の紙に描きますよね。でもそれだと、後から色だけを変えたいって思ったら結構大変ですよね。ところが、デジタルではこんな風に色だけを簡単に変更することができます。なぜなら、デジタルイラストはこんな風に線画と色の層、つまりレイヤーに分けて絵を描くことができるからなんです。これがレイヤーの基本概念なんですが、次に紹介する機能を使いこなせれば、もっと早く、そして綺麗にイラストを仕上げることができます。透明度ロック。まず覚えたいのは透明度ロックですね。線画のレイヤー、そして色のレイヤーに分けて目を描いていくとき、この色のレイヤーにはグラデーションを追加して、より魅力的な目にしていきたくなりますよね。でも、普通にグラデーションを乗せていこうとすると、ほら、こんな風にはみ出してしまいます。こうならないようにするためにどうすればいいのか。それがここです。レイヤーウィンドウのこの格子状のボタンを押して、透明度ロックがかかった状態にしてください。そうすることで、ほら、目の縁からはみ出すことがなくなり、綺麗にグラデーションをかけることができるようになりました。アナログで例えるなら、マスキングをした状態になるっていうことです。この機能はですね、デジタルでお絵描きする上では、かなり頻繁に使うことになるので、ぜひ覚えておきましょう。クリッピングマスク。ただね、目のレイヤーに直接影やハイライトを書き込んでいきましたが、今の方法だと書き込んだ影だけを後から暗くしたり明るくしたりっていう、そういう調整って難しいじゃないですか。もう一度上から明るさを調整するために、新たに書き込んでいく必要が出てくると思います。でも、クリッピングマスクを使えば、書き込んだ影やハイライトだけを後からいくらでも調整することができちゃいます。やり方はこうです。まず、色分けしたレイヤーがありますね。その上に新規レイヤーを追加します。そしたら、この新しいレイヤーを選択した状態で、右クリック、クリッピングマスクの作成を選択します。そうすると、ほら、下のレイヤーに紐づいたような状態になりました。この状態でレイヤーに影を書き込んでみてください。はい。下のレイヤーの色の範囲だけにしか書き込めない状態になりましたよね。このように影色のレイヤーを分けることによって、例えばこんな風に影色をもっと明るくしたり、暗くしたり、色味を変えたい場合にそこだけの色を変えることができちゃいます。ね。クリッピングマスク、すごく便利でしょ？レイヤーマスク。デジタルはブラシも豊富ですから書くのが楽しいです。例えばこんな雲状のブラシ。こういうブラシでふわ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 って書き込んでいって、こだわった雲が出来上がったとしますよね。でも、ちょっと大きく書きすぎて一部キャラクターに被っちゃった。
この雲の一部を消したいんだけど、でもなせっかく描いたのに、この一部を消しちゃうのはもったいないななんていうことあると思います。そんな時には、レイヤーマスクが便利です。レイヤーマスクを使えば、元描いた絵を消去せずに、一部だけを非表示にしておくことができるんです。やり方はこう。一部を非表示にしたいレイヤーを選択した状態で、レイヤーウィンドウの下にあるこのボタンを押してください。そうすると、今選択しているレイヤーの隣にもう一つ四角い枠が表示されました。その新しい四角を選択して、ここを黒い色で塗っていってみてください。そうすると、ほら、今黒で塗っていった部分の雲が消えていきました。でもね、これは雲の絵が消えたわけじゃありません。非表示になっただけなんです。それが証拠にですね、今度は白を選んで、今、雲が消えた場所を塗っていってみてください。そうすると、ほら、今、消えていった雲がまた元通り、再び表示されました。このように、非表示にはしたいけど、絵は消したくない。そういう時に、このレイヤーマスクはすごく役に立ちます。こういう元のデータを壊さずに、絵を編集することを、非破壊編集と呼んだりしますが、デジタルはこの非破壊編集がすごく得意です。ぜひ活用してみてください。レイヤー移動。でね、今紹介したように、クリッピングマスクやレイヤーマスクなどをいろいろ駆使してレイヤーを増やしていくとですね、すごく綺麗に絵を描くことはできるようになる反面、あのレイヤーどこ行ったっけ？これでもないし、これでもない。どこやねんってね、目的のレイヤーを見失いがちです。そういう時にはこの機能、レイヤー移動を駆使しましょう。やり方は至ってシンプル。例えばさっきの目のレイヤー、いろいろな影やいろいろなハイライトを乗せていって、どれがどれだかわからなくなってしまった。そういう時、このハイライトだけを編集したいなっていう風に思ったらですね、このハイライトの上にカーソルを持ってきます。そして Mac の場合にはコマンドプラス右クリック、Windows の場合にはコントロールプラス右クリック。そうすることでこの部分に表示されているレイヤーのリストが表示されます。複数表示されている場合には上に表示されているレイヤーが一番上に表示されていますので、選択したい目のハイライトはこれですね。そうするとほら、選択したいレイヤーを画像から一発で選択することができました。このレイヤー移動機能を使えば、いくらレイヤーが増えようと大丈夫。どこにレイヤーがあったのか、いちいち探し回らなくても、一発で目的のレイヤーを探し当てることができちゃうんです。めっちゃ便利でしょ？デジタル初心者が最初に覚えるべき機能、選択ツール編。さあ、大方もうやり方が分かったところで、皆さんも絵が描きたくてうずうずしているんじゃないでしょうか。ね、もう十分デジタルの基本機能、マスターできたと思ったあなた、ごめんなさい。それ完全に間違ってます。今紹介した部分だけではですね、デジタルで一番大事な機能がすっぽりと抜けちゃってるんですよ。その大事な機能、それは選択ツールです。選択ツールを制するものがデジタルを制す。そう言っても過言じゃないくらい選択ツールは大事です。最後にぜひこれから紹介する3つの機能を覚えていってください。それさえマスターすればあなたはもうデジタル初心者を脱出したも同然です。自動選択ツール。まずね、とにもかくにもこの自動選択ツール。これが一番使う選択ツールだと思います。どういう時に使うのかっていうと、線の中を塗る時ですね。このように線画を描いた後で、この中を塗る際にブラシで直接はみ出さずに塗っていくのは面倒ですよね。そんな時に自動選択ツール。この線で囲われている中をポチッとクリックしてください。そうするとほら、線の中が選択された状態になりました。ただね、これだけだとちょっと不十分。ここで仮に色を塗りつぶしちゃってもいいんですが、試しに塗りつぶしてみましょう。するとほら、線画と色の間にちょっと溝ができちゃいましたよね。これだと仕上がりが汚くなってしまいます。これを防ぐためには、先ほどのように線の中を選択した状態で、選択範囲から選択範囲の変更、そして拡張を選んで、1ピクセルから3ピクセル程度選択範囲を拡張させましょう。この状態で塗りつぶすと、ほら、
線画の下まで色を塗ることができ、隙間ができることなく色を塗ることができました。ただね、今言った操作、何度も繰り返すのが面倒だなって思うと思います。そんな時には今の操作をアクションに記録しておくと便利なんですが、ちょっとですね、そのやり方を説明するのは時間がかかるので、記録したアクションを僕の Pixiv ファンボックスに無料で置いておきます。必要な方はそちらからダウンロードしてくださいね。レイヤー選択。あとですね、意外と使うのがレイヤー選択ですね。例えば、これ厚塗りの人はこういうこと多いと思うんですが、最初ね、レイヤーを分けて書いていたんだけど、途中めんどくさくなっちゃって、ドーン全部のレイヤーを結合して書き込んじゃうっていうことがよくありますよね。そんな時もですね、結合したものとは別に、元のレイヤーが分かれた状態のものも一応取っておいてほしいんです。そうするとですね、後になって、髪の毛の色だけ変えたかったっていう時にでも元の髪の毛のレイヤーがありますよね。これをコマンドプラスクリックすると、ほら、髪の毛の選択範囲を読み込むことができちゃいました。これで髪の毛の色だけを編集することができちゃいますね。選択とマスク。でね、最後に紹介するのは、ちょっとお絵描きから離れるんですが、特に Photoshop を使う場合、お絵描きだけじゃなく、写真加工に使う人も多いと思うんですね。YouTube のサムネイルを作ったり、単純に記念撮影した写真を綺麗に加工したりね、そんな時に使える選択範囲の機能として、選択とマスクが便利です。例えば、こんな画像があります。僕の写真なんですけどね、この僕の部分だけを綺麗に切り抜きたい場合、結構選択するのって大変なんですよ。さっき紹介した自動選択ツールだと、こんな風にね、一部分だけしか選択できませんし、手動で切り抜こうにもなぞっていくのって結構大変ですよね。そんな時に便利な選択モードがあります。選択範囲から選択とマスクを選びます。そうするとね、こういう画面になります。そしたら、選択したい場所をこんな風にブラシで塗っていくようになぞっていってみましょう。そうすると、ほら、選択したい場所だけが浮き上がってきましたよね。ただこれだけだと、後ろの背景も選択しちゃったりする場合が多いので、そんな時にはオプションを押しながら選択解除したい場所をなぞっていきます。はい。そうするとね、だいたい必要な場所だけを簡単に選択することができました。出力先をレイヤーマスクにして決定を押すと、はい。かなり綺麗に僕の部分だけを背景から切り離すことができました。ちょっとゴミが残ってしまった部分に関しては、このレイヤーマスクに白と黒で書き込んでいって綺麗にゴミ取りをします。あとね、これはちょっとおまけで面白い機能の紹介ですが、今僕をくり抜いてできたこの穴を選択した状態で、編集からコンテンツに応じた塗りつぶしを選択すると、はい、この穴ですね、背景に馴染むように塗りつぶしてくれちゃいました。これ面白いでしょ？はい。ということで今日はいろいろな機能を紹介してきましたが、この機能使えるな、この機能知らなかったという機能があればね、ぜひぜひ取り入れてみてください。それと、今回の動画に関連してよく聞かれるのが、レイヤーって何枚使えばいいのっていう質問なんですが、その質問を踏まえて、レイヤーの分け方についてお伝えした動画、解説します。レイヤーの効率的な分け方講座もおすすめです。興味があれば、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。